えのちゃん、金子でございます。ということで、今日なんですけども、この前ヒカキンさんが、また僕のお家に来てくれまして、企画としてはですね、ヒカキンさんが超巨大な、僕の身長より高い、巨大な船盛りを持ってきてくれたんですよ。で、その巨大船盛りにお刺身を持って、巨大な刺し盛りを作ろうっていう企画だったんですけど、まあもうすごい大成功でした。ほんでね、たくさんお魚を用意したわけですよ。ヒカキンさんの方のチャンネルで肩身使いました。肩身使っても乗り切らないぐらいのサイズだったんで、肩身の半端は、ヒカキンさんのスタッフの方とか、僕の方のスタッフの方に持ってってもらったりだとか、食べたりしたんですけど、それでもまだ余ってるんですよ。もう肩身がブワーッと残っております。というわけでキッチンにまず移動します。すごいですよ。じゃーんということで、こんなにたくさんまだあるんですよ。単純に肩身しか下ろしてないんで、こんだけあります。じゃあちょっと何がどんだけあるか見ていきますね。せーの。ということで、こちらでございます。切り身になってるものとか、あとまださばききれてないもの、アマダイとか金目鯛とか、あとノドグロも2匹いますね。クエも肩身まん丸いますし、キハダもね、渋一います。で、カニちゃんも1匹います。ブリ、サワラ、オナガ、ここら辺も肩身で残ってます。で、インドマグロの皮付きもここにあったりとか、クエですね。クエもあります、ここに。で、インドマグロの柵取りしたものですね。これもね、ここにたくさんあります。じゃーん。赤身から、こっちが中トロですね。うまそう。いいマグロなんですよ、これが。できればこれも生のうちで、ある程度消費したいんでね。ほんで、ウニもね、2つあります。なかなか、こんなたくさんの種類の魚が、いっぺんにゴンって、僕のスタジオに来ることって珍しいんで、僕の方でもなんか企画取ろうかなと。普通に昼飯を作っていきたいなって感じですね。それにね、この状態だと、ご近所さんとか、僕の動画手伝ってくれてるスタッフさんにも配れないんで、ちょっと小分けにしていくって感じですね。そしたら今日はこちらの大量のお魚を使って、海鮮丼を作っていきたいと思います。そしたら、全種類はさすがに乗らないんですよ。なので、10種類ぐらい選んでいきましょうか。まずはクエですね。クエ、で、マグロはインドマグロ使いましょう。インドマグロ。ほんで、ノドグロ。これさばきましょう。ノドグロ、サワラ、オナガダイ、ブリも欲しいな。目抜け、石垣、ここ行きましょう。アマダイは刺身より僕、加熱した方が好きなんで、アマダイは海鮮丼には入れません。サクラマス、珍しいネタで油坊主も行きましょう。ヒラメも行って、で、貝類もたくさんあるんだ。石影貝とか、あとイカもいますね。イカもいますし、サザエも、ちょっと、考えながらやりますね。まずは一度、さばき切ります。もう今日はパパパパパッとさばいていきたいと思います。よし、ではさばいていきたいと思います。いやーでもほんとね、撮影は大変だった。マグロの時より断然大変でしたね。僕大体、この魚でこの料理だったら、このぐらいの時間で終わるなっていうのが、もう7年も YouTube やってたらわかります。でも撮影だけはね、ちょっと読めなかったっすね。朝の10時半ぐらいから撮影開始して、これヒカキンさん新幹線の時間まで本当に終わるかなって、ちょっと心配でしたね。やっぱサムネイルで丸魚をバーッとした感じのサムネイルが絶対いいなって僕も思ったんで、下処理ができなかったんですよね。なので、ちょっと不安でしたけど、なんとかできましたね。すげえ、達成感がやばかった。こんなできるんだってね、ちょっと自信にもつながりましたね。本当にいい撮影でした。どんな仕上がりになってるんだろうな。多分この動画が上がってる頃には上がってると思いますんでね。概要欄にヒカキンさんとのコラボ動画載せておきますので、見に行ってくださいね。というわけで、今日は気楽にやっていきますか。まずは油坊主。油坊主は腹をすいて、よっと。うわー、もうテッカテカですね。で、ここ落として、で、皮を引く。はい、こんな感じ。まずは小物系からサクサクっとさばいていきます。次は金目鯛ですね。とりあえず3枚におろして、で、柵取りをします。で、それから炙るものは炙ったり、で、皮引くものは皮引いたりしていきますわ。ちなみにもう全部鱗は取ってあります。はい、金目鯛ですね。腹骨も引いていくと。このぐらいのサイズの魚はね、楽勝ですよ。ただまだボスが今日いますんでね、このクエとキハダとブリ、サワラ。これが大変なんだな。種類的には何種類いたかな。貝とかも入れたら25種類とか。簡単に言ったら25本分の動画を1本の動画でやるってことなんでね。ビクビクしながらやってました。よっ、これが、目抜けですね。目抜けはうまい魚なんだよな。カマはね、昨日ちょっと食べたんですけど、めちゃくちゃうまかった。この骨もね、捨てちゃいかんすよ。骨も価値がありますからね。こう、落としてね、
味噌汁にしてもうまいし、もう身がなくてもこの骨だけで鍋してもうまいと思います。白菜とか椎茸とかたくさん入れてね、目抜けのうまい出汁を吸わしたら最高ですよ。目抜けとか目抜きとも言いますね。地域によって呼び方多少変わりますね。はい、目抜け。はい、次は石垣鯛。この石垣もすごかったよ。油すごかった。最近動画ではね、石鯛が多いんですけど、石垣は久しぶりの登場ですね。ほら、この油ののり、いい油持ってますね。次、うまい魚来ました。のどぐろ。これの炙りがうまかったな。しかもこののどぐろね、ほんとクオリティ高い。ブリッブリに太ってる。体高がすごいの。のどぐろに関してはもう油があればあるだけうまい魚かなと思いますね。金目も油が乗ってれば乗ってるほどうまいですね。油が乗りすぎるとちょっとくどいなって思っちゃう魚もね、いるんですよね。でもこう深海魚系ってね、なんか知んないけど油がくどくないんですよね。ブリとかマグロとかはね、ちょっとね、僕最近油が乗りすぎるとくどいなって思っちゃう年齢になってきましたね。そんなたくさんは食べられないかな、中トロとかも。お寿司とかにしたら結構いけるんですけどね。次、こちら、じゃーん、サクラマス。キロ単価だけで言ったらサクラマスがすごい高かった気がするな。キロ2万円とかした気がします。でもそんだけね、いい魚なんですよね。天然のサクラマスなんで、もしかしたらアニサキスが入ってる可能性がゼロではないんですけど、本当は安全を取るんだったら1回冷凍した方がいいんですけど、冷凍するとちょっと味落ちるので生でいきます。もうこれは完璧自己責任でお願いします。アニサキスはね、生魚食べる上では切っても切り離せない存在なんでね。じゃあ次、白アマダイ。これは今日使うかわかんないんですけど、おろしておきますね。あえて鱗付きでおろしていく。この鱗に熱々の油をジュワーっとかけて、鱗焼きやなんかにしたらうまいんですよ。白アマダイは本当に美味しい魚で、今年よく上がってるんですよね、僕らの地域で。最近よく市場で見ますね。で結構値段もね、お値打ちで、物もね、まあまあいいんですよね。で白アマダイは僕お刺身よりこう揚げ物とかそういったものにした方が好きかな。はい、こんな感じ。次、ブリではおろしていきます。ブリはこっちから入れて、もう今日全部おろしちゃいますね。もうどのみちね、これおろしちゃわないともう誰にも配れないんでね。でもすぐ食べない場合はもう全部おろさない方がいいんですよね。身のところが茶色っぽくなってきてますよね。これ空気に触れてるんで酸化して傷んできちゃうんですよね。なんでこの食べない部分はあえて骨をつけておくことによっておろした時にすごく綺麗な身が出てきます。はい、こんな感じ。はい、お次、サワラ。サワラね、一回ここで半分に落としましょう。こっちは骨付きの切り身で切って、なんか焼き用に使えるようにしておきます。で3枚におろすのはこっちだけにしておきますね。もうご近所さんにたくさん配りましょう。はい、OK。そしたら、よいしょ。ほんで、マグロ。キハダちゃんいきましょう。まずは腹側。このぐらいのマグロだと扱いやすいですね。よっと。はい、渋1。そしたら反転させて、真ん中に1本入れまして、背中に1本入れていくと。はい、2本目で最後ここ腹骨を切って、はい、 OK でちょっと下手くそ残っちゃったとこは中落ちを取っていくと。ここがまたうまいんだよな。ほら、ちょっと味見しましょう。この大きいとこ醤油につけていただきます。うまっ、もっちもち。さあ最後バケモンクエですね。クエはまずすき引きで鱗を取っていきましょう。の前に頭が邪魔ですね。この頭を落としちゃえば
めちゃくちゃ扱いやすくなると。この頭もな、なんか使いたいな。はい、頭。これはなんか後日使います。では、すき引きしていきますね。シャリ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 と。はい、綺麗になりました。そしたら3枚におろしていきますね。下に1本。おー、なかなか包丁が入っていかない。この油。これクエでね、なんか刺身以外にも今日一品作りてえな。クエのプチ鍋も作りますか。ちょっと汁物があった方が美味しいと思いますんでね。よいしょ。で、腹骨をすいたら、よいしょ。血合い骨を除去。はい、とりあえずさばき終わりました。そしたら削状にしていきます。まずこちらマグロですね。マグロはまず皮剥いちゃいますか。ちょっと浮かしつつ筋も一緒に剥いじゃいます。はい、こんな感じ。そしたら半分にして、こういうとこの骨も取って、で血合いを外しちゃいます。よっと。でここで1本柵取り。はい、これでキハダマグロの柵の完成ですね。脂のあっさりしたマグロですね。でネタケースに入れていくと。そしたら次こちらブリですね。ブリは贅沢にもこのお腹のところいきますか。お腹のところのさらにお腹とお腹を分けます。で皮を剥いでいくと。できるだけ白いところを残すようにまな板と包丁を密着させて引くと白が残りますと。でサワラですね。サワラはねちょっと身が柔らかいな。よっと。はい OK。 クエの刺身は少しだけでいいんで、ここら辺から皮引きますか。こんなもんで、あとは鍋で石垣鯛。これがうまそうだな。聞きやすいな。油テカテカ。そしたらまああとはね、これいくか。こいつ目抜き。いやでも目抜きとかこういうね赤い系の魚は炙りでいきたいんですよね。なんでこれだけ取って、でこの状態で切って炙る感じでいきましょうか。目抜きはじゃあこのぐらいで。で金目も一緒ですね。金目も割っちゃって、このぐらい。のどぐろも1枚。サクラマスはじゃあお腹のところちょっともらいますか。ここもらって皮を剥ぐと。こんな感じね。ひとまずはこんなもんですかね。いや結構あるな。こんなもんで、あとは調整しながらやっていきますね。そしたら次はこちら。今日ホッキ貝もいきますか。でけえなこいつは。やっぱホッキ貝はこうやって泥が入ってますんで、一回殻をこうやって開けて、で中をきれいに洗っていくと。よっと。はい、こんな感じに紐と貝柱、そして玉に分かれました。そしたら玉大きいのでこれ半分にしましょうか。半分に切っちゃって、で綿を取り除きます。こんな感じですね。はい、OK。そしたらホッキ貝はね、この貝柱のとこ、ここがうまいんですよね。で貝柱もこうニュッと取ります。貝柱は必ず2つついてますんでね、2つ取っていく。で紐もこうやってビロビロを取ってあげて、軽くボイルすればお刺身で食べれますんでね。ちょっと手間ですけどね。でこうやって膜もこうやって落としていくと。エラですね。エラも取って、はい、この状態にする。ちょっと大きいので半分に切りましょうか。はい、紐の仕込みの完成。先ほどのホッキ貝を入れていきます。ちょっと湯引きですね。こうすると甘みがぐっと増しますんでね。で生臭みもね取れますので、軽くもうほんと5秒から10秒ぐらいで OK ですね。ちょっとピンク色になるぐらい。そしたらすぐに氷水に落とすと。で貝ひもも同じように湯引きですね。さーっと湯引いていきます。貝ひもも5秒から10秒ぐらい湯引くと、こうやって先端がピンク色になりますんでね。でこちらも氷水に落とすと。この貝柱は湯引きません。僕は貝柱は茹でない方が好きですね。そしたらペーパーにあげて水気を取っていきます。でそれと同時にこの貝ひものこの紐の部分に黒いひらひらがついてますんで、これ取っちゃいます。湯引くことによってこうやって綺麗に取れるようになりますんでね。でこの水管のとこのこの皮もピロピローっと剥がれますんで、これも取っちゃいます。
ここね、結構匂うんですよね。なんでこれは取ってあげた方が美味しいです。これがホッキ貝の丁寧な仕込みかなと思います。はい、こんな感じ。完成。で、ちょっと中トロがないんで、中トロ取ります。ほら、こういう風に皮付きのまんまにしとけば綺麗ですね。そしたら一柵もらいましょう。ここら辺からまっすぐ1本入れて、よっと。で、下からも1本入れます。ちょっと浮かしめに取ります。ちょっと浮かしすぎたか。はい、中トロですね。せっかくなんでちょっと大トロももらえますか、ここら辺の。大トロね。インドマグロの大トロ。で、これはまた保管しておきます。はい、そうしましたら、このようにネタが用意できました。そしてあとカニの足と。そしたらこれを盛り付けやすいように切り込んでいきます。じゃあ切ってはこっちに乗せていくと。まずはインドマグロですね。今日は海鮮丼なんで、このそぎ切りでいきます。で、そぎ切りにする場合は、この筋が入ってますよね。筋に対して直角になるように、この筋に対して包丁がバッテンですね。バッテンを描くように、こうやって切っていきます。1枚、2枚、ちょっと厚めでいきますか。3枚、大判の厚切り。こんな感じ。マグロの赤身が入ります。次、先ほどおろしたインドマグロの中トロですね。これも同じように切っていきます。そぎ切りです。ちょっと厚めですね。1、2、3切れ。なんかもうマグロだけで丼埋まっちゃいそうだな。次、インドマグロの大トロですね。これ砂ずりの一番脂の乗った部分ですね。これはちょっとコロッと切りますか。ちょっと小さめにね、こういう風に切っていくと。よし、OK。ちょっと大トロは小さめ。はい、次はこちら。1匹丸ごとからさばいたキハダマグロですね。キハダマグロは分かりやすいように平切りでいきましょう。こういう感じで。マグロだけでたくさんなってきました。次、僕の大好きなお魚ですね。魚辺に春と書いて、サワラ。今が美味しいお魚ですね。サワラ柔らかいんで、平切りで。よいしょ。はい、こんな感じ。3貫。で、こちら。寒ぶりですね。ちょっと骨が斜めに入ってますんで、骨を取って、で、こうやって筋を入れて、で、ブリは脂が乗ってるんで、薄く切っていきます。1、2、3と。3切れ。次、こちら。クエ。これも大きかったですね、クエは。こういう感じでいきますか。これもね、弾力のあるお魚なんで、薄く切っていきます。よいしょ。はい、クエですね。次こちら。じゃん。油テカテカ。石垣鯛ですね。縁側を外して、成形かけて、ここら辺から1本落として切っていきます。うわ、綺麗な身だな。これはうまいわ。これは寿司ネタにしても最高なレベルですよ。テカテカの石垣鯛。これをここに置くと。次、こちら。サクラマスですね。サクラマスも薄切りに。2、3切れ。次、こちら。これだけパッと見て分かりますか？これパッと見て、魚の名前が分かる方は、もう魚博士です。皮目がこんな感じ。裏がこうです。裏見るとね、分かる人は分かるかも。これがね、ヒラメですね。ちょっと昆布締めにしといてもよかったな。ちょっと昆布締めにするか。ちょっと日本酒をぬりぬりと。で、お塩軽く振って、で、ヒラメをそぎ切り1、2、3枚。そしたら昆布の上に置いていく。1、2、3切れと。で、かぶしちゃうと。はい、これでちょっと置いときます。10分ぐらい置いとけばだいぶ昆布の旨味移りますんでね。で、こっちが縁側ですね。縁側はもうぶつ切りで、こんな感じで OK ですね。で、お次はホッキ貝。先ほどさばいたホッキですね。ホッキはこの1枚だと大きいので、こうやって縦に切っちゃいます。3等分ぐらいにね。はい、こんなもんで OK ですね。次、じゃーん、のどぐろですね。ヒカキンさんもこれが一番うまいって言ってたやつ。そしたら骨をこうやって抜いちゃいます。そしたらのどぐろは皮がとっても薄いです。
もう鱗取ってる時からもうこの皮から油が出てきちゃって水に油が滴るぐらい、そのぐらい皮が薄いんですよね。なのでのどぐろはコロッと切ります。こういう感じでのどぐろは5貫いきます。うまそう。この霜の入り方です。で大理石のプレートにのどぐろ。お次目抜け。目抜けもこれ鱗取ってあるんですけど、ここ鱗食い込んでついてるところがあるんで、この食い込んでる鱗はピンセットで外していきます。これ中にねこう食い込んどるんですよね。ほらこうやって、これ何なんすかね。これ結構いるんですよ、こういう種類のお魚。もう鱗かきじゃ取れない鱗があるやつね。そういう場合はもうピンセットで取っちゃいます。目抜けも薄く平作りで大理石に乗っけると。で赤いつながりでこれ金目ですね。金目もいきます。金目もコロッと切っていきます。こんな感じで金目はざるに乗っけてさーっと湯引きでいきます。全部炙りだと面白くないんでね。よし OK。 軽く冷やすと。で冷えたら乗っける。そしたらのどぐろと目抜け、こちらを炙っていきます。はい OK。 目抜け、そしてのどぐろで、お次ズワイガニです。ズワイガニも殻を剥がして、こんな感じで爪。そうだ忘れてた、白ミルも1匹いましたね。これもせっかくなんでやっちゃいましょう。白ミル貝はほんと生命力が高いな。水に入れてなかったんですけどね、2日3日ぐらいは全然生きてますね。よっと。はい、じゃあそしたらミル貝1本筋入れて、で皮を剥いじゃう。はい、そしたらヒレヒレを取ってちょっと成形。そしたら尻尾を落として、で先端を落として、今日はこうやって切れ込みを入れてご飯となじみやすくして、でそぎ切り。ほらまだ反り返りますね。これ生きてる証拠です。そしたらミル貝ですね。もうこんなもんでいいでしょう。あとはウニが入れば OK。 では酢飯を作っていきます。そしたらよいしょ、ちょっと固めに炊いた炊きたてのお米にすし酢を合わせていきます。今日は気分的に赤でいくか。米酢とこの赤酢のハーフでいきましょう。言い忘れてましたけど、今日の海鮮丼は酢飯でいきます。油が多いお魚が多いんでね、ちょっと下地は酢飯でいきたいなと。でお砂糖でお塩で混ぜ混ぜと。もうちょっと赤入れますか。はい OK。 そしたらこれにさーっと入れて、ここでなじませちゃう。邪道かもしれませんけど、これが楽。はい、こんな感じ。そしたらお次はクエ鍋を作っていきます。お鍋に水で戻した昆布で、こちらがクエの切り身ですね。うわ、こことかうまそう。この油の感じね。今日はちっちゃい鍋で作りたいんで、ちょっとこれ大きいんで半分ぐらいに切りますね。このぐらいに切っておきます。でお野菜はこんな感じでいきたいと思います。そしてちび鍋に野菜をセットしていきます。まずは白菜の芯ですね。これは一番下に置きます。でえのきで長ネギ、ちょっと表面炙ってあります。で白菜の柔らかいところ、そして今日のメインクエですね。よし、こんな感じでいいでしょう。そしたら昆布を沸騰直前で取り出して、ここに出てきたアクをすくいます。この昆布のアクとぬめりを取っていきますね。はい、いいでしょう。そしたらここに日本酒を少し、そしたらみりんも少し入れて甘みを入れていく。でそこに薄口醤油を少し入れて色付けと味を締めていきます。はい、ちょっとここで味見します。美味しいお出汁ですね。もうちょっと塩分があってもいいんでお醤油ちょこっと。は
はい、こんなもんで OK。 これでスープの完成。そしたらこのセットしてあるお鍋にスープを注いでいきます。あんまりたくさん入れると吹きこぼれちゃいますんでね、こんなもんにしときましょう。そしたらこちらを火にかけていきます。これでお野菜とクエに火が入ったら完成。そしたら海鮮丼作っていきます。今日はこういう浅くて広いお椀を使っていきます。シャリ少なめの具多めの海鮮丼が僕は好きなんです。そしたらこちらの人肌の温度の酢飯を入れていきます。まあだいたいこのぐらいかな。で平らに仕上げて、よいしょ。でここで一工夫、ちょっとガリをお米の上に散らしておきます。やっぱりガリのさっぱり感が入るとすごく美味しいのでね、めちゃくちゃ僕ガリ大好きなんですよ。なんでたっぷりと入れちゃいます。なんじゃこの作り方って思うじゃないですか。これ結構うまいんですよね。ではこちらに盛り付けていきますね。まずはマグロをドカッと。で今日のポイントはこの丼キワッキワに盛り付けていくと。この丼のこの色、この青色が見えないようにこのネタで隠していく感じで盛り付けていくと。超贅沢海鮮丼でいきたいですね。マグロばっかだと赤々しくなっちゃうんで、ここら辺で石垣鯛を入れていく。よくね、漁師町とか行くとこういう海鮮丼ありますよね。お皿からネタがデロッとはみ出てるぐらいの海鮮丼、そういうのを作りたいですね。そしたらサーモンは皮目をあえて表側にしましょうか。よし OK。 であんまりはみ出すぎてもねちょっとみっともないんで収まりがいい感じで、こちらどうだろう、昆布締めいいのにできてるかな。おー、いいのにできてる。この飴色になってますよね。ヒラメの水分が抜けて昆布の旨味が入った感じ。これは正解でしたね。よかった。昆布締めにして透き通ってる感じ分かりますかね。これがうまいんだ。でクエも乗っけて、でここら辺に金目を乗せたら周りが完成しました。そうしたらマグロをこう折り曲げておきますか。こういう感じでちょっと枕を作りたいんですよね。マグロで枕を作って、そこに大葉を敷きます。でそこにのどぐろ、そして目抜け、カニの爪、そしてカニの足。カニの足はこれは身だけにしちゃいます。僕はね食べやすい海鮮丼っていうのが大好きなんでね。さあどうしような、いい感じだな。もう一枚大葉かまします。そしたら縁側もちょいちょい乗せて、で大トロもここに乗っけて、で白ミル貝でホッキ貝ですね。お、でもいい感じに収まってる。すごい超ベストで、最後ここにじゃん、ウニですね。ウニを乗っける、すくって乗っける、こっちの種類の方も乗っけると。うわうまそう。うわーめっちゃいいのにできてる。そしたら食用菊をちょっと乗せて、芽ネギもどこ置こうかな、ここら辺に添えておきますか。はい、これで豪華海鮮丼の出来上がり。うまそう。はい、じゃあ完成いただきます。よっしゃ食べていこう。こちら超贅沢海鮮丼、そしてこれがクエ鍋ですね。まずクエ鍋からよそいますか。このクエの皮目見てください。このプルプルの皮目。このクエは皮目が本当に美味しい。刺身もうまいけどね、やっぱクエは鍋がすげえうめえ。よし、お野菜も入れて、ポン酢にちょっと赤おろし入れてピリッとさせます。じゃあまずクエからいきますか。あったかいうちに。まずはポン酢につけずそのままいきますね。いただきます。うめえ。うわ美味しい。ちょっとスープはうわいい。甘めの昆布だしにクエのだしがよう出とる。ポン酢つけるとねもう最高なんですよ。いただきます。やっばうま。なんでクエ鍋って作ってもこの感動があるかね。作ってよかった。じゃあ次こちらいきますか。今日のメインですよ、海鮮丼。そしたらお醤油をかけていきます。さーっと
全体にかけて、どこから行こうかな迷うな。皆さんだったらどこから行きます？僕まずカニから行きます。いただきます。うまっ。このカニも冷凍のカニじゃないですからね。まだ生きてた国産の大型のズワイガニを自分のとこで茹でたやつなんで、もう甘みが段違い。全然違う。で、カニのクオリティも高い。もうあとは全部箸でいけるものばっかです。そしたらもうかき込むか。うわ迷う。のどぐろゾーン行くか。のどぐろマグロゾーン。ちょっと具が多すぎるな。いただきます。ガリがいい味出してる。今日は酢飯で大正解。脂のあるお魚とよく合うね。マグロがうまいな。ちょっとどんどん食べ進めていきます。うまっ。金目うまっ。程よく脂があってうまい。金目は湯引きがうまいな。ホッキ貝、うまみが強い。今日の海鮮丼はもうどれも主役を張れるぐらいのお魚が勢ぞろいしてますんで、すごいうまい。もうてかどっから食べようかほんと迷っちゃう。次クエ、こう酢飯を巻いてこれでいきます。これでプチお寿司みたいないきます。あーうまいな。贅沢な味。ちょっとウニゾーンいっていいですか。ウニゾーン、これいただきます。うわーうまっ。このメーカーのウニめっちゃうまいな。これリピート確定だな。で間でクエ鍋とえのきをチャプン。というわけで今日はこちらの贅沢海鮮丼とクエ鍋ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーのドン。ギノのやつ、これは合うだろうな。よいしょ。あったかくなってきたしね、銀色が美味しい時期になってきましたね。はい、こちら9対1かな。いただきます。うめえ。これはたまらねえ。うわ、ミル貝もうまい。大好き。最後一番気になってるこのヒラメの昆布締めいきますか。いただきます。うまっ。このヒラメうまいな。最高です。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はヒカキンさんとのコラボ動画で使ったお魚を使って超巨大海鮮丼作ってみましたけども、美味しかったですね。味は間違いないです。もうどれも一級品なんでね、最高でした。いやーでも本当にね、やりきれてよかったなって思います。もう今ホッとしてます、マジで。ほんで今回の撮影で一番大変だったことはね、魚の保冷が一番大変でしたね。そう、刺身を使ってない魚は常温でずっと置いとくわけにもいかないし、その室内のエアコンをガンガンにつけるわけにもいかないんですよ。音がすごい鳴っちゃうから。それにスタッフの方とか僕らも寒いんでね。なのでもうできるだけもう刺身切ったら冷蔵庫とか、あと丸魚は氷を当てるとか、そういうね細かいその裏方作業みたいなやつがすごく多くて、ほんでマジであれ僕ら2人でやってるんですよ。裏方の人が鱗を取ってくれたりだとかさばいてくれたりとか一切してないんですよ。まあ多分動画できてないし、僕もどういう仕上がりになってくるかわかんないんですけど、10時間ぐらいずーっとカメラを回し続けてたんで、だいぶカットはされると思うんですけど、あれガチで僕ら2人で、2人って言いますけど、ほぼ僕がさばいてますよね。ヒカキンさんはこう鱗取ったりだとかしてくれてましたけど、ほぼやったんでね、めちゃくちゃ大変だった。本当に。なので皆さんぜひ見てください。多分僕ね、後半ヒカキンさんのボケとかもう全然拾えてないです。あ、やばい、間に合うかなっていう、そっちのことで頭いっぱいで、もう早くやんなきゃって感じになってる僕を、また楽しんでみてください。でもね、自信がつきました。楽しかったです。ヒカキンさんありがとうございました。本当に。また来てください。いつでもお待ちしております。はい。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。